地球温暖化とは、大気中の温室効果ガスの濃度の上昇によって地球の表面の平均気温が上昇してしまう現象を言います。国際的な取り組みは1990年代半ばから本格的に行われてきました。皆さん、パリ協定という言葉をご存知でしょうか。各国がそれぞれ排出削減目標2030年に向けた数値を示しています。日本も2013年度比で 26% 減という数値を公表いたしました。温室効果ガスの中でも、最も現在の温暖化への寄与が大きいというふうにされているのは二酸化炭素です。日本の部門別 CO2 の排出割合は左の方のグラフのような形になっています。そして、今日は、この中でも運輸部門を取り上げたいと思います。運輸部門からの排出は、自動車の性能向上が進んだことによって、減少傾向にあります。非常に望ましい状況ではあるんですけれども、2030年に向けた、この厳しい排出目標の削減というものに向けては、やはりまだまだこれから一層の努力が必要ということになります。しかし運輸部門、これはですね、派生的需要の性質から非常に削減が難しいと言われています。派生的需要、これは何のことでしょうか。何か他の目的を達成するために行われるものであるということになります。すなわち皆さんが例えばディズニーランドにいらっしゃるときに、ディズニーランドに行くための手段として鉄道を使われるかもしれません。ですけれども、それはディズニーランドで楽しむことが目的なんであって、鉄道に乗るためではないですよね。すなわち派生的需要というのは削減が難しいということになります。さて、話を本題に戻しましょう。輸送需要、派生的需要ということでありますから、本源的需要が削減されない限りはこれ削減されないということになります。では難しいと言っても、じゃあどのようにすればよろしいんでしょうか。排出源単位が大きい自動車の輸送を削減すること、こちらの左のグラフの通り、自動車の排出というのは非常に大きいというものがあります。ですので今後どのように行っていくか、議論を物流、貨物輸送に制限していきますと、おおよそ3つの方針になるでしょう。自動車の性能向上、輸送の効率化、環境に優しい輸送手段の活用などが考えられます。特に3つ目、環境に優しい輸送手段の活用、これはモーダルシフトと呼ばれます。さて、このモーダルシフトを進めていくためにはどのような工夫が必要なのでしょうか。非常に削減が難しいからこそ楽しい、こういうような分野であると思います。